特別扱いみたいな感じで特別するぐらいいけないんじゃないですかね。一生懸命働くことが是じゃないという価値観で来てるから、若い時にやる仕事とか細かいことって目の前では意味がないかもしれない。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、本日もお願いします。お願いします。最近ですね、いわゆる Z 世代の社員が増えてきたんですよ、僕らの会社も。やっぱり価値観や働き方の基準がやっぱこれまでと全然違うなって思っていて、どう接していけばいいかわからないことが結構あるんですね。具体的な対策とかって Z 世代に対するなんかあるものなのかなってちょっと考えてるんですけど、 Z 世代とそれよりも前の世代の人で明確な違いとか、御社長的にその辺ってどうお考えですか？あんまり考えないですけどね。そんな変わんないと思いますけどね。あ、そうですか。厳密に言うと変わるんですけど、はい。それって今だからとか Z 世代だからって関係ないですよね。自分たちだって若い時は今時の若い人はって散々言われてきたし、いろいろ調べたらいつの時代も言ってるじゃないですか。だから何言ってんだって感じですよ。メディアでもね、巷でも、それこそ、僕の周りでも Z 世代は Z 世代はみたいな、今までの世代とは全然違う生き物みたいな感じで言われてるじゃないですか。名前消しちゃえばいいんですよ。Z 世代とか言うから俺らは Z 世代なんでとか、昭和のあれ出さないでくださいとかっていう青が増えるだけで関係ないやんそんなのと。僕はちょうど今年40になったんですけど、確かに僕の上、僕ぐらいが意外に境目のゾーンなんじゃないかなと僕は思うんですけど、5、60代の方の例えば成功した経営者とか話聞きに行くと、営業は足で稼げ、俺の背中を見ろ、みたいな人例えば多いとするじゃないですか。黙ってコツコツやる、我慢が美徳みたいな。これはこれでも時代的にもしょうがないし、別にそれでいいとこいっぱいあるからいいと思うんですよね。じゃあ今のZ 世代って言われる仮に20前半ぐらいの人がじゃあどういう価値観かって言われたら、それこそ2000年ぐらいに生まれたわけじゃないですか。2000年って言ったらみたいな話でいくと、一つ決定的にやっぱ違うのは、要はその経済成長してるか停滞してるかみたいな、そういう時代を見てきた時代とか経験してきた時代が成長か停滞かみたいな、ここの価値観でもしかしたら5、60代の人はやればやった分だけ右肩上がりができる、働けば上がってったっていうのは、給料が上がってったっていうのは結果論であって、単純に貨幣価値の問題だったりとか、経済成長の問題があったから上がってっただけで、インフレと同時に給料が上がってきましたみたいなだけの話なんですよ。だから別に今のような時代で給料が上がってったかっていう話じゃないわけですよね。だから給料が上がっていくみたいな価値観も多分違いますし、確かに働き方も5、60代がメインで働いてたりとか、親を見てた世代からすると、ひたすらもうやっぱ働く、家族養うためにとか生活豊かにするためにみたいなっていうのが当たり前だった価値観の世代から、今のだから Z 世代って言われる20代前半とかはシンプルにそれこそ物心ついた時にワークライフバランスだとか、産業がみたいなね、ブラック企業がとかって出てきたような言葉の中で働くってことを意識してきた世代だから、それは違うに決まってんじゃないですかみたいな。具体的な対策っていうのに関しては、それをちゃんと理解した上で、コミュニケーションを取ればいいと思うんですよね。今の例を言うと、昔の人はとにかく頑張ったらいいことあるよと、猛烈に働こうっていう価値観でした。でも今のその若い人は働いた分損するかもしれないみたいな価値観があります。これはこの人が悪いんじゃなくて、そういうの経験してないし、親もそういう感じじゃない世代だから、親もまさにだから40代ぐらいなわけですよね。僕が間のゾーンなんじゃないかなって言ったところのに近いわけですよ。だからそうすると一生懸命働くことが是じゃないという価値観で来てるから、だとしたら一生懸命働いたらこういう可能性があるよみたいなこの内容をちゃんと説明しないと理解できない。それそうだよねって思うわけですよ。確かにそうですね。だから説明の仕方とか言い方をちゃんとそのカスタマイズして、そういう価値観とか基準を持ってる中で説明の仕方とか言い方を変えればいいだけだと思うんですよ。
おっしゃる通りだと思います。結論だからうちも社員若い人多いですけど、別にそんな変わんない、根本的にはそんな変わんないと思うんですけど。なるほどね。変に Z 世代なんちゃら世代みたいな感じでこう分断してるっていうか言葉が悪いんじゃないですか。そうですよね。例えば会社選びとかっていうのも、昔はシンプルにやっぱ生活、家族養うとか、本当にみんな貧乏な人が多くて、戦後高度成長期の間とかはそれこそ家に冷蔵庫欲しいだ、テレビ欲しいだみたいな話から、ないものを欲しいという、そのないものが最低限生活必需品とかだったわけじゃないですか。今って基本豊かだから、最低限のもの多分今普通に暮らす分は多分普通に揃えられるんですよね。すごい金持ちじゃなくても。だから基準がまたそれ違うわけですよ。最初の基準が。家が貧乏だったとか、あんまり豊かじゃないとかなると、やっぱり豊かな生活に憧れてお金を求めて頑張って働くみたいな価値観のが強いみたいな傾向はあるかもしれないし、今の子はそもそも欠乏をしてないから足りないっていうものがあんまないんで、さらにの欲求、もっとお金あったらこんなことできるのにとか、もしかしたらお金は別にそんなに求めてなくて、それよりもだからなんつうのか趣味、いろんな情報化社会だからいろんな情報が入るから、私もこれやりたいあれやりたいの方が主で置かれてるかとか、そういうことだけだと思うんですよね。なるほど。だから必然っちゃ必然だし、それどっちも否定することも違うし、そうですよね。うちの会社としてどうしていきたいか、どうありたいかを考えた上でこうしていきたい、こうありたいから、だから若い人に対してもそれをちゃんと伝えていくというか、っていうだけの話で、どっちが悪いいいもないし、いやでもそうですね、本当おっしゃる通りだなと言いつつもですよ、統計的な話だから、じゃあ仮に20歳過ぎだけどバリバリ働きたいです、稼ぎたいですってやつもいっぱいいますし、だから変わんないですよ。特別扱いみたいな感じで特別視するぐらいいけないんじゃないですかね。ちょっとこのタイトルが本当に恐縮ですけどZ 世代社員の対策はとかって言ってる時点でもうちょっと頭おかしいですよね。すいません。そういう風にやっちゃうから、また向こうもバリアあるじゃないですか。そうですね。Z 世代 VS なんですか、昭和世代みたいなね。なんだそれみたいな話ですよね。意味ありますみたいな。いやでも本当おっしゃる通りだなって今思いました。僕もそう Z 世代のメンバーに対して Z 世代っていう言葉がこう一人歩きしてって言われたらムカつきません？自分が Z 世代で、Z 世代のやつはさとかって言われたら、全員一緒にすんなよお前。確かにとかって思うし、俺らもね昭和世代の人たちはって言ったらいや一緒にすんなよみたいな思うじゃないですか。言われたら嫌なことを自分たちで言っちゃってること自体頭おかしいですね。間違いない。僕もいろいろ Z 世代について調べてたんですけど、巷では自分らしさを重視する働き方、意味のある仕事しか求めないとか、キャリアの透明性と成長機会を求める人が圧倒的に多いとか、そういうのを調べたらバーッと出てくる。意味のある仕事しかやらないとかっていうのも、じゃあ昭和世代の人は意味のない仕事もやってきたんですかって話ですよね。そんなことないでしょって。逆ですよ。意味に後から気づいただけですよねって話ですよ。だとしたら一見目の前では意味のないと思われることも、実は意味があるんだよな、それはねって教えてあげればいいじゃないですか。うちでもなんかそういうこと話したりしますけど、別に理解すればちゃんとやりますけどね。全部一緒なんですよね。若い時にやる仕事とか細かいことって目の前では意味がないかもしれない。学校の勉強だって社会に出たら意味がないこといっぱいあるわけですよ。おっしゃる通りです。そういう意味で言ったらですよ。でも僕は全てに意味があるから、理科のこの授業を大人になって絶対使うことありますかって言ったら僕なんか全く使わないわけですよ。その知識いりますかって言ったら別にいらない。ウェブで調べればいいし、ちゃんと GPT に聞けばいいしみたいな。でもやってたことに意味あるんですかって言って、じゃあその勉強しなかったらどうなるかっていうと、学校16年間も通う必要ないわけですよ。じゃあ必要ないよねって、16年必要ないので全部取ったところで、僕が思う一番大事な目標を作って、でそのために努力行動する習慣づけみたいなのができなくなるわけですよ。一瞬目の前の意味のないと思ったことを抜いた時に、全体で大きな意味があったものも全部失われちゃう可能性があるんですね。気づくわけですよ。あの時この勉強ってそれだけにフォーカスしたら意味がないと思ったけど、全体で見たらやっぱこれって意味あるんだなと。後で分かることっていっぱいあるんですよ。
それを若い時はやっぱりどうしても、これって意味あんのみたいな思っちゃうから、それ言ってるだけですよ。あなたたち昭和世代だって心の中ではこんなの意味あんのかよと思ってやってたんじゃないのみたいな、それをただ声に出しただけですよねみたいな話なんで、別に変わんないですよ。はい、あと他にもワークライフバランスの強いこだわりとか、そういうのもZ 世代の人は強い傾向にあるみたいなことも言われてたりするんですけど、それはだから言い方悪いですけど、僕は大人に責任があると思いますよね。親の世代とか上の世代、仕事っていうのをネガティブにだからすごく捉えすぎてるから、仕事のがもし人生にとってすごい貴重でいいものだと思ったら、ワークに結構バランス取れるときは取るわけじゃないですか。全体的にやっぱり仕事っていうのがあんまりこういいイメージがないから、やっぱりライフの方が楽しいとかライフの方がいいとかなって、そっちにバランス取りたいみたいなことを言ってるだけだと思うんですよね。なるほどね。彼らとしては別に、僕もワークライフバランスなんて言葉自体もなんかどうでもいいと思ってますけどじゃあ若い人がそういうことを言うっていうことは、ワークに関してネガティブなものに移してきた大人がいけないんだと思うんですよ。確かに。うちの子供なんか別に仕事なん嫌だとかって言わないですもんね。そうです。むしろバイトしたいみたいな。めちゃめちゃバイトしますし、将来就職したくないとかなんて一切聞いたことないし。親の教育ですね。親っていうか親世代というか、もちろん皆さんも意図してはないと思いますけど、よく昔のセリフで言うなら、家族のために一生懸命働いてんだみたいな。じゃあ家族いなかったら働かないんだみたいな。家族のために我慢してんだ俺みたいな、そんな感じねみたいな。それもそうかもしれないですけど、それ言っちゃったら子供としては全然楽しくないですよね。間違いない。ポジティブには捉えられないですよね。犠牲みたいな話とかね。いやー、すごくなんか面白い話ありがとうございます。Z 世代言わない方がいいと思います。それぞれやっぱり個性があるし、一人一人人間なんで、いつの時代も若い奴らはとかって若い人たちはってやっぱ言われてきたのを見てるので、いつもと別に何ら変わんないですよと。だから特別扱いしないで、ちゃんと一人一人向き合えば別に問題ないと思います。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入った方はぜひいいねやコメントをお願いいたします。